はい、どうも、ジャルです。今週も、火曜日10時定例のエモニープレイ配信をやっていきます。あ、神さんおっちゃる様です。長谷川さん、こんばんは。コメントありがとうございます。はい、ということで、今日のね、タイトルは、このネタを知ってる人がいるかどうかちょっとわかんないんですけど、はい、これ、愛しき望む、ね、絶望、絶望って書いてあるんですけど、はい、絶望の K35 の世界ということで、なんかね、いつも、素晴らしき K35 の世界、34の世界みたいなね、タイトルを使ってるんですけども、ちょっとディスる方もやっていこうと、たまにはね、はい、思いまして、そんな感じでね、タイトルにしていましたということで、ちょっとね、K35 大変だよっていう話をね、今日はちょっとしていこうかなという感じです。はい。ただちょっとね、今日ね、もう忙しくて、はい。忙しいのこれですね。同盟総動員。はい。私ね、同盟総動員のために R4 になっていると言っても過言ではないっていうかその通りなんですけど、はい。私のね、仕事の1週間がやってまいりましたということで、ついね、ちょっと前も、全部更新をしたんですけれども、はい、配信中もね、ちょいちょい見ながら更新していこうかなと思っています。はい、エピックランクになってね、今ね、頑張って、ポイントね、スコア集めてる感じです。はい、まあ、同盟総動員のところもね、ちょっといろいろ話を後でしていこうかなと思います。はい、吉谷さん、こんじゃるは、コメントありがとうございます。はい、ちょっとね、先週からもなんか、咳喘息的なやつがね、ずっと治らず、ちょいちょい咳でてしまうので、お聞き苦しい時があるかもしれないですが、ごめんなさいということで。はい、としおさんこんばんは。コメントありがとうございます。はい、で、もうこれね、早速もう絶望してる話をねしていこうかなと思って。あたやまさん、こんちゃるは、コメントありがとうございます。はい。いや、K35 になって、研究増えたぜっていうのをね、先週やったと思います。防御の進化がね、いっぱい増えたんですけど、まあ、絶望1、この絶望はね、見えていた絶望なんですけど、この防御の進化すぐ止まっちゃう問題ね。たった12で止まってしまうと。はい、HP 防御を上げたいんですけれども、もうね、すでにまだ、K35 になって1週間ちょいなんですけども、すでにね、射撃とか終わっちゃって、医療とかも終わっちゃってね、なんかもう比較的この防御の進化はすぐ終わっちゃいそうだなと。予定ではね、最速でも12月に K36 着工かなと思ってるんですけど、防御の進化はなんかそんなに上げるとこなくて残念だなと。HP と防御ね、上げたかったんですけども、あんまり上げれないよな、やっぱりっていう。まあ、ここはね、予定通りなんでいいと思いますと。月見さん、コンジャラです。愛しき望むって何かと思った。はい、これはですね、はるか昔マガジンに、さよなら絶望先生っていう漫画がありまして、その主人公が愛しき望むって書いて絶望先生、はい、ちょっとやめよう。年齢がスキルだけでやめよう。はい、ということでそうなんですよ。で、研究がね、すぐ終わっちゃいますと、で、と、同時に、研究の賢者の石が、ちょっと想像よりも多くて、辛すぎ問題がありまして、なんかチャットが切断されましたって急に言った。なんか、今日なんかネットワーク不安定かもな。絶望先生ありましたよね。つくみさん。そう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 。マガジンでね、やってた、久米田浩二先生の。はい、久米田浩二先生はね、昔の、少年サンデーでね、勝手に改造っていうのをね、やってた時からおもろかったんですけども。思い出しました。カムイさんも。皆さん知ってますね。ボーイチさん、こんにちは。こういったありがとうございます。はい、ちょっとおっさんなんでね、愛しき
望むとかをね、平気で使っちゃうわけですけれども、はい。これ一種のギャル文字的なね、あれですよね、きっとね。はい。これ、私、エボニーの配信、一応なんか1週間遅れとかで、英語版と韓国版も、結構自動翻訳、YouTube がしてくれるから自動翻訳でやってるんですけど、これ愛しき望ま表現できないなって思ってます。はい。アニメ化されたんだ。そうだったんですね。久米田先生の漫画結構アニメ化しててすげえな。あ、富山さん、私も計算上にあげました。金曜日に消費還元で一気に上げたんですが、賢者の石が足りない。そうなんですよ。そう、賢者の石がですね、いや、まあ、なんか、1300とか必要だなとか、この軍事力昇進のね、明星上級とかも今、上げるの止めてるんですよ。賢者の石一気に1300消費するの辛いなと思って。これ22から23上げるのに1300必要ってことは、24から25に上げるのに2000ぐらい必要なのかもなみたいな、ね、思って、ちょっと今ここでね、一旦止めてますというとこなんですけど、これ属州都市の一番最後。このね、駐屯兵士攻撃力回ってすごい重要で、いや、そう、富山さんも計30おめでとうございます。素晴らしい。よいしょよいしょ。これ、これじゃない。これじゃない。どうだっけ。ちょっと待って、ちょっと待って。指輪かな指輪じゃないな。どれだっけな。どれかで必要なんですよ。使いたかったのに。いや、これだってだってだってだ。はい、私、あのなんだっけ、エレクトラか。エレクトラが恐れ知らずのアレスヘルムを使っていまして、で、この恐れ知らずのアレスヘルムって射撃兵の攻撃とかが上がるんで。で、この威厳帝王ヘルメットに上げたいなと思ってたんですけど、この駐屯兵士攻撃回レベル3が必要なんですよね。はい、レベルの条件を満たしてて、あとこれだけレベルアップしなきゃなと思って、これ見に行ったんですよ。はい、これやばいですね、これ。はい、賢者の石、3172個一撃。やばくないですか、これ。これ、マジでやばくないですか。まあ、属州都市ゾーンの、まあ、一番下だからね、まあ、それなりのものを確保してたんですけど、なんか、せめて25かなみたいな、2500ぐらいかなと思ってたんですけど、3170人必要で、これね、さすがに、諦めちゃいましたね。とりあえず今じゃねえってなっちゃって、これやばくない？お金がね、135M かかるのはまあいいと思うんです。いいと思うんですけど、現在の石3172を持ってかれたら、もう他の研究できなくなるじゃないかと。これマジ絶望でしたね。先週衝撃を受けてました。もう、装備のアップグレードするぜって意気込んでたんですけど、ちょっと無理じゃんってなって、はい、これね、一絶望です、これ。富山さん、資源も活化先生、頭でっかちのために兵訓練施設はまだまだです。いいと思いますよ。もう、兵訓練施設よりもバフだと思います。もうなんか、もうこんなにバフを上げる伸びしろを見てしまったら、もうなんか兵作るより先に強くしないとなんか、死ぬために作る感じになっちゃうかなみたいな、もうなんか気がして、もう援軍とかもそうで、私援軍バフ全然上げれてないんで、今回サーバー戦争で援軍何回か送ったんですけど、全然活躍しなくて、ちょっともう反省しました。私はもう援軍出しちゃいけない。この戦力は他の人が出した方が強えわって、はい、ちょっとがっかりしました。某 H さん、私も K さんにあげましたが、手持ちの資材プラス消費量が 3.2B から 4B ぐらいなので、5B 消費絶望的です。いやですね、いや、そう、皆さんね、消費還元中なので、皆さん上げてると思うんですよ。はい、今ね、まさに、上げ時じゃないですか。あ、なんか、全部カットしちゃった。そう、そこもね、絶望の一つなんですけど、真珠スケールのためにちょっとこれ出しますね。真珠スケールのために一番ドロップ率が高い組み合わせでいこう。いけ
さんコンビ。まあ大体おじさんコンビだわ。はい、そう、今資源の消費還元イベント中じゃないですかと。で、もうなんか、普通に上げてたら、もう普通にね、なんか 4B すでに消費していて、ほぼ。建設をね、メインでやってるんで、食料全然上げられないんです、上がんないんで、上がってこないんですけど、なんか、みるみるうちに 4B 消費まで来ちゃって、でも、その、なんだ、スピードアップ期間までに1個は長期建設しときたいじゃないですか。で、長期建設をするときのやつを悩んでるんですけど、1個がね、女神像。もう1個が、精霊の部屋。どっちにしよっかなーっていう。城壁はね、高いかなと思ってやってないんですよ。城壁、そう、2.3B、3.2B とか、持ってくんで、これ多分厳しいなと。もう 4B 使ってるのに、こっから 3B 使うのちょっとさすがにきついなと。いうことで、女神か、精霊の部屋なんですけど、これね、両方とも、約 1.7B。石に至ったら 2B 使うんですよ。精霊の部屋もそう。精霊の部屋はもう 1.8B とか。これが辛くて、消費還元イベントを 5B なんて余裕で、使い切っちゃう問題。これね、これ結構困りもので、軍隊の招集とか、王の花道とかで、多少ね、RSS 使うタイミングがあるんですけども、もう K35 の消費還元って、もう 5B はもうすぐ使っちゃいますと。だからいかに 10B を達成するか。1ヶ月に1回 10B 達成できるようなサイクルを作らないと、なんか全然、なんていうか、お得に建設できない。思うように建設できなそうだなっていうこと。なんか、もうちょっとね、もうちょっと猶予あるかなと思ったんですけど、もう、K35 まで行くと 5B じゃダメだと、もう常に 10B 消費しろっていう雰囲気を感じて絶望をね、しています。富山さん、化学工場で生産、賢者の石でもジェムが足りない。いやー、そう、これもね、ジェム生産するのにめちゃくちゃジェムかかりますからね。賢者の石生産するのにめっちゃジェムかかりますからね。これ辛いっすよね。いやー、どうしたの。そういえば、伴侶の挨拶スキンシップしようか。そう、それもね、ちょっとまた話題にしようと思ってます。そう、それね、もう今回の重要な。いや、もう気になるところだらけ。気になるところだらけで。まあまあいいや。はい。ということで、まあちょっとね、この消費還元が、まあ毎月 5B はなんとかなるんですよ、今。ただ、10B ともなると結構厳しくて、今のペース的には 5B 達成して、翌月 10B 達成して、その翌月 5B 達成して、10B 達成してって、5B、10、5、10、5、10、5、10って多分交互に達成できそうなんですけど、多分それだと、多分ペース的に、あれなんで、10、10、10、10、10、10、10っていけるようになりたいなと思っているのですが、生産がね、今35の鉱山とかをね、ちょっとずつ作ってるんですけども、このね、生産力が思ったより上がらなかったと。ちょっと待ってくださいね。飲み物。はい、生産量、今、鉱石の合計生産量みたいなところがね、今2700。でもこれ2700ってバフつけた状態なんですよね、これ。はい。よいしょ。一回木材に変えよう。わかりやすいように。確か、木と石と鉱石を、1ずつ上げて、石材だけに上がってんのかな。はい、34から35に1つね、上げることで、時給が約3万5千かな。1時間あたり3万5千
その生産量増えるんですけど、なんか施設7個ぐらいしかないから、大して増えなくて、ワンチャン時給 3M 到達しないかなとか思ってたんですけど、もう完全に夢のまた夢カードでしたね、これ。はい、生産バフをなんとか上げないと、厳しいということがね、分かってきてしまって、それもね、絶望ですね。はい。なんか 10B をコンスタントに達成するためには、多分、生産の生産時給多分 3.5M ぐらい多分欲しいのと、あとちゃんと資源採取をしまくる。ボスラリーと資源採取しまくるってぐらいのペースじゃないと、なかなか多分厳しそうで、K35 で安定 10B むずくねっていうところの絶望が、今出ていて、ってなると、今やんなきゃいけないのは、この、ペガサスじゃない、キツネちゃんか。キツネちゃんをアンロックして、この全ての資源の生産力、これの、ね、刻印を増やして、生産力のバフを増やす。ってのもあるんですけど、そもそも充血の結晶が足らないし、キツネちゃん、まだ、レベル5なんで、そもそもレベルも足りてないみたいなね。あれ果てしねえって状況ですね。で、さらに文明の表。文明の標本もね、これもなんか、生産力アップがどっかなかったっけ。あ、最終アップかな。最終アップな気がする。こっちじゃないですね。モナリザンですね、モナリザン。はい、モナリザさんがね、すべての資源の生産力16%も上がるし、最終速度とか追加採集が上がるね。これ非常に重要な、バフだと思うんですけど、これレベル4にするために、まだいくつよっていう240いかないぐらい、231か。はい、231も、必要なんですけど、この美術品って増えてってるじゃないですか。私始めた時ってこの下の3つなかったんですよね、確か。なんか、バフがね、増えるのはとても嬉しいことなんですけど、これ3つが増えたせいで、その、巻物から出る確率減ってるんですよ。巻物やい。はい。巻物ね、7%。全部ね、当倍で割られてるんで。はい。新しく増えたやつも出づらくて、なかなかきついシステムだなとは思うんですけれども。はい。欲しいモナリザもパーセントが下がって、ゲットしづらくなってるっていうね。これえぐいよな、このシステム。はい。あと200必要っていうことで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。15もあるんで、単純計算、15個で1個手に入るっていうレベルでしょ。だから 15×230 とかしなきゃいけないでしょ。もう全然足らないじゃないですか、みたいな。今488しかないですけどっていうね、これね、生産力のバフ、かといってね、文明、その属州都市を、今アラビアなんですけど、中国にして生産力を上げるっていうのは別にあんまりやりたくなくて、どうしようかなみたいな感じですよね。本庄寺さん、こんにちは。自分も計35ですが、資源地からの収入は貴重ですが、わずかですね。真珠のバフをつけても100件も上がりませんし、やはりモンハン必須ですね。課金やサブアカればもう少し楽なんでしょうけど。いや、そうなんですよ。やっぱね、やっぱ上位勢がサブアカで、RSS 用のファーム赤を作って、そこから資源を回収してるのは、こういうことだよなっていうのはよくわかりますよね。そう、課金もね、もうそもそもそう、ラリーも必要なんですけど、そのスタミナが、枯渇する方が、困っちゃうんで、それも、そんなに気軽に出せないしっていうね、なかなか、無課金でどこまでいけるのかっていう、なかなか計35、
しんどいなみたいな感じがしてきましたね。いや、まあ、まだ K35 ならいける気がするんですけど、やっぱりね、K36 だけ頑張って、K36 でひたすら、建物を充実させる、建物と兵士を充実させるっていう、そう K36 にしてね、研究は早くしたいので、はい、ちょっとね、やっぱ元のプランは多分あってるかなって気はするんですけれども、なかなかね、こんなに大変かと。まあ、とりあえず K35 にしても、10B 安定はしなそうだというところが分かりましたね。真珠のバフ、そうなんですよね。100K 上がらない。何 K だっけな。真珠バフ上げて 30K ぐらいだった気がするんで、まあ、レベルをね、たくさん上げれば、もしかしたら、刻印レベルもたくさん上げれば、もうちょっとマシになるのかなとは思わなくもないですけど、そもそもが、この重血の結晶がまだ集まりづらいので、レベルを上げるのも一苦労ですからね。まだなんとかライチョウをね、一番左のやつはアンロックさせることができましたね。はい。富山さん、ジェム消費するけど理想の国で施設がないか、施設がないかないですかね。理想の国。理想の国、私ね、理想の国、バグ入ってるアイテム多分1個も持ってないんですよね。あれ、デフォルトのやつってなんか、あんのかな。図鑑。一般バフとかってどこで見えるんだっけ。もうそもそも、いや、やっぱ、限定系じゃないと、そう、バフが多分なくて、私限定1個も持ってないんですよね。1個も当たって、なんかツイッターとかで当たりました報告をよく見るんですけど、まだ私1回も当たってなくて、難しい。本庄さん、ただ今回も 10B 消費できそうなので、モンハンしまくればいけるかもしれません。プレイ時間はかなり必要ですが、問題はプレイ時間の確保と飽きが来ないかですね。いや、そうなんですよね。ただひたすらモンハンしてんのも、それはそれで辛いし、いや、なかなか難しい問題だなと思いますというのと、よし、ベヒモス、ベヒモス。わーい、わーい。はい、本当はね、ハイドラも参加したいんですけれども、今はね、真珠スケールが欲しいので、なるべくね、通常ボス、戦ってます。そう、ヒドラからはね、真珠スケール落ちないので、パフニールやベイアールに参加して、真珠スケールを、毎日のノルマのね、42を集めて、そしたらヒドラ乗るみたいな。まあそうじゃなくても乗りますけど、はい、そういうね、感じでやってますね。強制ロード。強制ロードね、クエストがあるからちょっと。クエスト更新してなかった。誰か更新してくれてるみたい。あざっす。よいしょ。今のイベントコインが集まれば、私イベントコイン集まってないんだよなこれ。はい。まあ、ということで、まあ、K35、やっぱり、K35 で止まってる人ってめちゃくちゃ多いなっていう印象だったんですけれども、もちろんこの戦勝記念塔のね、アンロック条件が大変っていうのはありつつ、単純に K35 の施設を充実させるのが果てしなく大変だなと。もう、なんていうか、この女神像とかの 2B 近い建設の消費を見ちゃったら、この参謀本部のこの2億とかめちゃくちゃ可愛く、もう余裕じゃん、こんなんすぐ上げてやるよ、みたいなね、雰囲気になりますね。はい。ほら、この美術館のね、K33 も、たった3億なんだからもう早く上げなきゃなとかね、いう気持ちになってきて、なんていうか、世界観がぶっ壊れ感覚がバグってきたなって感じがしますね。はい、本当はね、集結の場を上げたかったんですよ、私は。集結の場を今回35にしとこうと思ったんですけれども、これね、集結の場を上げても、
K36 には近づかないんですよ。K36 に近づくためには、必ず女神像か、城壁のどっちか。で、もしくは、精鋭の部屋だけは、このね、行政庁の元老院で総督の射撃のね、将軍を配置できるようになって、バフが、跳ね上がる予定なんですよね。跳ね上がるのかな。ちょっとあんまり期待しすぎるとあれなんですけど。例えば、馬の場合は、まあ、やっぱり、防御力がね、結構上がるはずなんですよね。はい。今ね、もうこれのために貯めてるので、結構ね、射撃は、上げられる予定でして、攻撃時の射撃兵の防御力でしょ、駐屯歩兵の HP、駐屯騎兵の防御力プラ10、攻撃時の射撃兵の攻撃プラ4、都市内の兵士の防御力プラ6、この辺ぐらいまでね、達成できそうな感じがしていて、役職のレベルアップもね、これ見れないのか。見れないですね。全部5にして昇進。いや、これ工場兵器は確か大変だったらしいな。はい、まあ。なんだっけ。そう、先にバフを上げるっていう観点だと、精霊の部屋もね、いい感じなんですよね。精霊の部屋を上げるのは行政庁以外にも、この技量の3つ目。このケルティックデーモンの、3つ目のスキルで研究速度、建設速度が上がったり、ファフニールのね、訓練速度、回復速度が上がったりっていうアクティブスキルが使えるようになって、で、アクティブスキル単体は多分そんな強いかどうかわかんないんですけど、アクティブスキルのいいところは、この同盟総動員のクエストにあるんですよね。同盟総動員の攻略難易度がちょっとだけ、助かるようになるっていうね、素敵な、のがあるので、資源採集200か。資源採集はね、240がいいんですよ、取るのは。簡単だから。危ない。とかなんとかいろいろ考えて、はい。悩ましいなと思ってる今日この頃でございます。都市開発。真珠成長。真珠に真珠エキスポ使用して200経点のエキスポを獲得する。200経点って200経点か。20万 ?20 万はないな。敏夫さん、全然関係ない話で質問したいんですけど、補佐官の装備って必要ですか？補佐官は、担当官じゃなくて補佐官。ラリーで出すときのやつですよね。補佐官は不要ですね。私、どれだこれ出してないかもしれない。はい。補佐官の装備って、反応しないんですよ。はい。例えばね、私、ラリー出すとき、この補佐官は真田幸村とかを設定してるんですけども、補佐官が必要なのは、このスキルと、あと、あれば特性だけですね。機能するのはここだけです。で、そもそも戦力を参照しない、戦力も、装備のバフも関係してこないので、補佐官は装備をつけなくて大丈夫ですね。はい。さらに言うと、この赤いスターをつける必要も確かなかったですね。富山さん、私は城、科学館、美術館を挙げました。弊社を挙げないといけないのが辛すぎる。集結の場挙げられないです。弊社ね、そう、弊社はね、比較的コストが安かったんで、先に挙げましたが、そうなんですよね。その依存関係があるから大変ですよね。美術館挙げたのいいですね。私、将軍の伝統があんま埋まってないから美術館後回しにしたんですけど、将軍の伝統が結構埋まってる方は、そう、美術館を急いだ方が、美術品バフがね、増えるんでいいですよね。そう。私ね、酒場を35にしたら、もう採用、ぐるぐる作戦をしようかなと思ってるんで、これまでちょっと今我慢してるんですよね。
大石さん、科学院レベル30にして同盟総動員の研究力360件を引き上げてしまった運の月、あと2時間で締め切りですが、多分、はい、そうですね。ですね、科学、研究は、罠なんで取らないでください。研究の、研究の戦力って、正確な戦力値わからないんですけども、私が前いろいろなんか見ていた限りでは、この縦の列が深くなれば深くなるほど、あとレベルが高くなれば高くなるほど、良い。戦力が、上がりやすい傾向があります。だからこの私の名声上級みたいなやつ、あと賢者の石をね、たくさん使うとか、そういうのが一番、効いてきます。研究時間はそんなに戦力に影響なかったですね。コスト。時間じゃないコストが高ければ高いほど、必然的に下に行けば行くほど、時間もお金も意思も必要になるので、時間も石もお金も必要になるので、はい、深いところのレベルが高いやつをやった方がいいかなっていう感じですね。狙うのであれば。でも、基本的には無理だと思います。本当に軍事力昇進とか防御の進化の奥の方、もしくは、K36 から作れる研究じゃないと、多分、クエスト達成無理ですね。私も昔それではめられてました。めちゃくちゃ失敗してました。はい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 。なんだっけ。はい、ということで、そう、K35 ね、今絶望をしていますが、もうどっちを上げようかなって悩んでるんですけど、多分、女神像の方を選択しようかなと。女神像の方がちょっと、石がね、2億必要だったりとかちょっと辛いんですけど、おそらく、最後女神像を建設して、エンドして、スピードアップの時に女神像を完成させるっていう感じでいこうかなって思ってます。はい。戦勝記念塔をね、先に建てたいですね。はい。戦勝記念塔が、戦勝記念塔のね、その資源消費が少ないんですよ、これ。1B 系なんで。でも、戦勝記念塔を上げると、将軍の基本能力プラス 1% とか建設速度が上がるので、はい。もうこのね、建設速度、研究速度が上がるって書いてあるの大好きなんで、はい。戦勝記念塔をね、先に上げたいなと思って、多分私は女神像を上げようかなと。はい。女神像を上げるもう一つの理由は、この魂の蘇生ですね。はい。この女神像レベル上がると、魂化率のね、パーセントが上がるので、今23%ですけど、25になるのかな。そうですね、23%が25%に上がりますね。はい、私のね、サーバーはキルイベントが復活しているので、今週はもしかしたらないっぽいんですけれども、なんかね、基本的にはバブル管理するけれども、何があるかわからないんで、もうなんか、何かあった時に後悔しないようにね、その、一番やばいやつのリスクは回避しときたいな、みたいな、そんな感じで、女神像をね、上げとこうかな、みたいなところを思ってますかね。としおさん、城壁の補佐官も同じ考え大丈夫でしょうか？装備は必要なしですか？あ、そうですよ、必要なしですよ。はい、私は防衛で使うときには、ジョージと、ブーディカ女王の組み合わせでやってるんですけど、はい、見ていただいて分かる通り、このね、統率力、攻撃力みたいなパラメータはグレイアウトされていて、装備はね、特に見えないのか。はい、特性は有効です。スキルも有効です。で、スターがパッと見有効に見えるんですけど、これ光ってない通り、実はこれ、はい、これね、機能しないんで、スターレベルの昇格分は関係しないんで、はい、装備が関係するのは補佐官じゃなくてメインだけですね。
補佐官まで必要だとめちゃくちゃ大変だと思いますが、はい、安心してください。補佐官は無視です。ボイスさん、やっぱり罠でしたか。開発の送風機、回の25でも4000程度しか上がらないです。あ、そうですよ、そうですよ。もう開発はもう初期の商品なんで、もう全然、レベル25でも、全然、この辺そもそもあれじゃないですかね。賢者の石必要ない感じじゃないですかね、多分。送風機ってどれだっけ？あ、これか。はい、もう賢者の石です。賢者の石が多ければ多いほど戦力が高いような気がします。はい。お、今22勝。やったー、真珠スケール手に入った。わーい。はいはい、そんなところで。はい、ということでね、そう、K35 でね、みんながね、止まってるっていうところはね、よく分かったなっていう感じが、はい、しっかり、資源の消費還元のタイミングで、あ、これは、なんか、頑張らないと、イベントがもったいないなということでね、今後も、今回はもう 5B で1回ストップ。10B はね、さすがに多分稼げないので、5B で1回ストップして、次回ね、10B 消費して、そこでバン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 上げてやろうって思っています。はい。そんなところで、そう、K35 建設が大変だよというところでございました。はい。もうね、もう本当に射撃兵とかを、射撃兵の T14 作るのはもうはるか先です。多分、年内には作らないです。はい。というのも、ね、野党をね、先に35にする必要があるじゃないですか。でも私まだね、33なんですよね。はい。防衛的にめちゃくちゃ強いわけじゃないので、後回しに今なっていて。で、野党をね、35にするためには先に城壁を35にしなきゃいけないじゃないですか、みたいな。でも城壁35にするのになんか知らないけど 3B 使うじゃないですか、みたいなね。こんな、えぐすぎるて。はい、ということで、はい、今回のね、資源商品の還元は、もうすでにね、そう、もうすぐ消費終わっちゃうとさ、なんか、イベントが1週間もしないで終わっちゃうからね、なんか、そこがね、なんか、ワクワクしない感じがあれなんですけど、もうほぼ終わりなんですよ。もう、次、ね、今週王の対決で建設が来たら、今の建設を終了させて、研究を分回して、王の対決のね、ステージ3分は解消した上で、女神像を着工して終了みたいな感じですかね。で、全部 5B 達成ですと。はい。で、ジェムもね、まあ、50万ジェム消費で終了かな。はい。本当はね、ドラゴンの技量とかももうちょっと上げたいんですけれども、ここはね、ジェムの消費が結構、そろそろかさんでくるので、その辺をうまく調整しながらかなっていう感じがしています。はい、ということで、もう今週の時点でね、ほぼ消費還元イベント終了している感じになっております。亀井さん、私は全ての施設が35だけど、毎回 10B クリアは厳しいです。いや、そう、わー、全ての施設35なんですね。素晴らしい。すごい。いや、そう、多分ね、まあ、計算した限り、生産施設を全部上げても、絶対 10B 達成無理だわっていうのは、はい、そう、絶対無理な気がしてました。はい、もうバフとかじゃなくて、もう基礎ポイントをまたもっと上げないとダメで、はい、36でもきつそうなんだよな。はい、なんかもうちょっとね、生産力優遇してくれてよくないですかね。たった4000しか上がんないんだよな。35から36も4000しか上がんないし。ね
これもうちょっと、階段をね、段差をなんか優しくしてほしいなって感じがしますね。はい。まあまあまあ、そんなところで、まあ、プランはね、プラン通りなんですけれども、なんかちょっと、やっぱり予想以上に大変でしたと。はい、3億が大変だとか言っていた、多分半年前はね、なんか言ってた気がするんですけど、もうなんか、桁が気づいたら余裕で1増えてるわ、みたいな感じにね、今なってますと。はい、これね、35から 36？ もう、ちょっと意味がわからないですね。貯蔵価はね、今35なんですけど、36ね、もう1尾。まあいいや。はい、頑張っていきたいと思います。さて、えっと、そう、いろいろね、話を、なんかイベント周りのところね、ちょっといろいろ話をね、していこうかなと思っていました。まずは、同盟総動員ですかね。はい、同盟総動員ね、私、今回は、ランクエピックになってます。エピックになったら、この、ほら、これもそうなんですけど、金色240ポイントとか200ポイントのね、クエストがね、増えましたね。前に、ヒカさんかな、コメントしてくださってたんですけど、そう、エピックになると、クエストがね、違うクエストも出るようになりましたと。なので、この将軍強化も、将軍強化はもともとかな、なんだっけな、祭祀とか、あとは、強制労働とかのクエストも、200ポイントとか240ポイントが出るようになって、もともとね、個人スコアリヤード5200めちゃくちゃ大変そうだよって思ってたんですけど、思ったより200ポイントとか240ポイントのクエストが出てくるので、一応ね、現実的な範囲でしたね。まあもちろん、クエストのポイントが高いってことはそれほど難易度がね、高いので、簡単とは言わないんですけど、無理じゃないというところが分かりましたね。ということで、今回ね、私5200、目指して頑張っていて、予定的には、達成見込みですと。はい、今ね、9個を受注してて1960みたいな感じなので、引き続きね、240をあと1回と、残りのすべて、200ポイントをやれば、確実に5200ポイントに行きますし、この受注回数をね、減らしたければ、そう、この回数増やすのもね、ジェムがどんどんお高くなっちゃうんで、240ポイントのね、クエストをクリアしまくれば、いけそう、余裕だかなと。はい。240ポイントの中でもね、資源採集とかすげえ楽勝なんで、あと、ルーン消費。ルーン 1.5K 消費してくださいみたいなやつとかね、めちゃくちゃ楽なんで。はい。闇市で 300K ジェム消費するとかもね、ジェムがあればもう一瞬なんだろうけど。ちなみにこの自給自足 78M 点、これね、これは罠です。食料だけで 78M 生産ってやばいですよね。これ24時間。最大約36時間ぐらい貯められるので、いや、それでも、だいぶ厳しいですね。はい、こういうのはね、削除です。クリアできる人多分あんまりいないはず。はい。で、将軍強化170ね。これ、1傾向のルーンストーンを使用するで、これもね、基本的に同盟総動員のクエストは、なるべく時間がかからないやつがおすすめ。で、このルーンストーン使用シリーズもね、時間かからなくてすごくいいんですけど、受注回数1個に対して170はこれもったいないですね。ルーンストーンを1000使うのも1500使うのも大して違いがないので、240ポイント、1500使うっていう条件の240ポイント取りに行った方がいいので、170もね、消します。っていうので、時間単価がいいやつですね、狙っていくのがいいです。で、なんと、エピックになると、ルーレットがね、200ポイントのルーレットが出てきましたね。はい、ルーレットはマジ神です。速攻終わるんで。
はい、皆さん、ルーレットのね、ポイント溜まってると思うんですけど、ルーレットクエストマジでやばい。あれは最高です。最高すぎてむせちゃった。はい。ルーンとか祭祀みたいなやつがね、いいですね。はい。私ね、この同盟総動員期間中の祭祀クエストをよく受注するので、アラビアに今ね、変更してますね。はい。祭祀、貢ぎ物ね、今もう600溜まってるんで、どんとこいですね。もうすぐ消費したい。はい。で、ということで、そう、同盟総動員ね、皆さん、これ、7日間あるんですけど、もうぶっちゃけ、この、クエスト受注、大変なので、もう本当になるべく簡単なやつを、もうすぐやった方がいいと思います。もう、7日あると思ってちゃダメです。もう、金曜日までには全て終わらせるぐらいの気でいないと、もうなんか最後の方、なんか、多分辛くなってくるので、はい、もう早めにね、早めに終わらせるのをおすすめします。はい。で、エピックが思ったよりそんな大変じゃないなということが分かったので、今後もね、ずっとエピックを維持してほしいなって感じがしますね。エピックはこのいろんな同盟、いろんなサーバーの同盟で、まあ、なってるっぽいんですけど、この20位中、14位以上であれば、あれ違うな、15位以上か。15位以上な気がする。そうですね、16、10、あ、違う、やっぱ15位からだ。15位から、20位だと次回の同盟総動員が、ランクダウンということで、14より上ですね。に入れば次もエピックなので、またエピックに、ね、なるといいなと思ってますね。はい、もうこれはもう本当に総力戦。はい、ファームアカウントの方とかもね、ファームアカウントもルーレットとか私はなるべく残すようにしてるんで、ルーレットは170でも残すようにしてるので、もうルーレットならね、一瞬で終わるでしょというところで、はい、速攻で終わらせて、もう総力戦だと思います。いろんなサーバーみんなが真面目にやってるわけではないはずなので、14位以上はね、維持できるんじゃないかなって思ってはいますと。で、はい、これをね、しっかりやることで、このイベントだけで将軍、エピック将軍3体増えるんですよ。こんなお得なことあるっていう。はい、同盟総動員ね、私ね、もう大好きですね。はい、もちろんね、この一番最初のエピック歴史の名称は、外れも大量に含まれてるんで、なんかライモンドめっちゃ出るじゃん。はい、そう、このね、エピック歴史の名称、ちゃんとそのピックアップのやつ出やすくなってるから、貯めておいて欲しいやつがね、来るタイミングでやった方がいいですね。ライモンドさん。はい、ライモンドさんね、パレスとかと比べちゃうと弱いけど、なんか援軍で使うときに、黒ひげと合わせると強えよみたいなところをね、エボニーミキさんがコメント、ツイッターで投稿してくださってましたね。はい。で、エピック歴史の名称プレミアム。これはね、酒場で出ないシリーズですかね。はい。これもね、大体持ってなくて、全部、大体欲しいので、はい。シャシャルだけは出てほしくないかな。はい。で、これね、グローリー騎士将軍、一番上のやつね、これさ、このラインナップ何なんだろう。スキピオもエリーゼも持ってるし、ローランドも持ってるし、なんでこのラインナップにスキピオ、エリーゼ、ローランドがいるんだろう。特にローランド。なんでなんか、比較的他のイベントでゲットできるシリーズな気がして。マルちゃんとか酒場で出ますよね、確か。私は引いてないけど。これさ、私、スキピオもう一回ゲットしてるから、将軍の伝統は埋まってるし、使う気ないから、スキピオもエリーゼも多分引いても絶対使わないんですよ。ローランドもそう。引いても絶対使わないんですよ。もう図鑑が埋まってるこの辺のやついらなくて、はい、もう、まだ引いてもいないくせに、引く前から36%外れなんだよなっていうのがね、非常にがっかりなはい、使ってる方には非常に申し訳ないんですけど、
無課金的にはね、使うやつ以外は全部ゴミでしかない。もう本当に使うやつだけ欲しい。もう2番目のやつなんかむしろもうエレクトラが欲しいっていう感じなんで。はい、このね、グローリー騎士将軍のね、宝箱はね、関係ないやつが結構、あんま嬉しくないやつが結構含まれててね、ちょっとね、がっかりですね。これなんでランダムなのか、もう選ばせてくれ。選ばせてほしい。はい。まあまあまあ、それとは別にね、ジェムが、大量に手に入るので、まあ、ジェムが大量に手に入るんですけど、クエスト受注でね、ジェム使っちゃうことになるので、しっかりね、なるべく240のクエストを受注することで、はい、応じる。きたー、ゲットしたー。はい、これおすすめです。1.5 稽古のルーンストを使用する。これね、即死クエストなんで、こういう即死クエストをしっかり取っていくのが大事ですね。ってなると、めちゃくちゃこれ眺めなきゃいけなくて、めちゃくちゃこのね、クエストページ眺めなきゃいけない大変なんですよ。で、R4 以上じゃないと更新できないから、ずっと更新で、神の祝福、こっち、めちゃ神だったー。よし、ルーンを上げよう、ルーンを上げよう、ルーンを上げよう。間に合うかしらはい、ジョージ。ヘイ、ジョージ。ヘイ、ジョージ。もう一括育成しようか。1000個。1000個。8000個。どうしよう。とりあえず1000個は使おう。で、これ50ずつ、80ずつ。50ずつ。50ずつ。一括育成はこれまだ無理だよね。いや、一括育成できるけど、いや、10回、10回。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、これだけでね、1.5 稽古のルーンストーン使用完了ですということで、はい、完成。はい、これ即240ポイントでしょ。はい、祭祀来た、応じる。はい、今これね、同盟総動員のクエストクリア方法を今、実演中です。はい、そう、なるべくね、金色。まあ、ランクによります。ランクがね、エリートとかだったら別に170でも大丈夫です。はい。とりあえず、エリートは、基本的に170以上取りましょう。レジェンドは200以上取りましょう。エピックはなるべく240を取りましょうっていうのが、まあ、スコア的なところで、はい、私のおすすめね、祭祀80回を使用する。これね、はい、このために、たくさんね、遺跡に潜って、貢ぎ物を集めて、わざと残してるんですね。ここで一撃で残してたやつを80。わーい。はい、これで、君主エキスポ4目が入って、さらに、名声も増えると。で、はい、同盟総動員も即完成。はい、こういうのがね、いいですね。時間がかかるやつはもう本当に罠なので気をつけてください。あとこれペガサスに真珠エキスポを使用して75経点のエキスポを獲得する。あれペガサス75経点って楽なんじゃない？ちょっと待ってよ。ペガサス ?7 万5千でしょ？75経点だよね。いくな。多分足りてるな。でも200ポイントだからいいや。はい。これあれだ。真珠の種類限定されてるからちょっと優しいんだ。これこっちの真珠に真珠のエキスポを使用して200経点のエキスポを獲得すると比べたらね、めちゃめちゃ違いますもんね。まあ240、200の違いあるけど。なるほどね。はい、あとこの強制労働ね、これもちょっと気になってますね、これ。
捕虜にした兵士が強制労働による 12M 点の資源を入手する。これさ、これ、私、この強制労働って4時間分の生産で、これ、多分バフなしのやつなんですよね。で、私の場合は1回で、4点、ギリギリ11点な。はい。5M ですね。1回で 5M の生産量をゲットできるでしょ。あれ、さっき、いくつやった ?12M 点の資源を入手するじゃないですか。これ、強制労働で 5M1 回取れるから、3回強制労働すれば OK なんですよ、多分。まあ今は受注しないんで、1回もやっちゃおう。で、これダウンタイムをスキップ。この648ジェム使えば、もう一回 5M 取れるから、これも結構少ないジェムで簡単にクリアできそうですね。まあ私、今、5M だったので、多分 6M かな。強制労働一発で 6M が取れるんだったら、寝る前に受注して、強制労働で 6M 取って、朝起きて完了みたいなのが、すごい効率いいですね。強制労働めっちゃいいじゃん。はい、これもね、エピックになってから出てきたクエストですね。前はこのクエスト見たことなかったです。強制労働、12M 点の資源入手。で、K35 の途中で私多分今 5M なので、K35 マックスで 6M 生産いくんじゃないかな。まあそうじゃなくても K36 とかだったらこれ、6時間のクールタイムでクリアするから、これ比較的両クエストですね。いいクエストだ。なんか昔はきついなと思ってたけど、生産力が上がるとこいつめちゃくちゃ便利だ。はい。まあもちろんね、捕虜がいないといけないので、サーバー戦争とかでね、捕虜を捕まえとかなきゃいけないんですけれども、はい。なかなか強制労働、穴場、いいクエストですね。はい。資源採集よりは楽勝な気がする。資源採集はね、なんていうか、レベル15とかの16の土地を見つけなきゃいけないのがね、めんどくさいんで。はい。最悪、ジェム600だけでクリアできるなんて素晴らしいですね。強制労働で上げられるようにしたいな。そうすると、はかどるな。はいはいはい。はい。っていう形で、はい、同盟総動員のね、クエストの話をしていきました。はい、このね、このちょっとの時間で一気に480も稼いだんですよ。はい。はい、同盟総動員のね、正しい、クエスト受注方法はこんな感じです。自拠点で資源を採集するとか、めちゃくちゃ時間かかるやつは基本的には避けて、将軍をね、レベルアップさせるとか、レベルを何回上げるとかね、ルーンを使用するとか、祭祀とか、ルーレットとか、はい、速攻でクリアできるやつを、受注するのがおすすめです。はい。ということでね、クエストをみんな受注してくれる同盟だとしたら、R4 さんはね、大変かと思いますが、頑張って、クエストのリセットをね、してあげてくださいというところです。はい、あとなんだっけ、錬金術ショップ、これだ、これやっとかないと。はい、今回も来ましたね、錬金術ショップ。で、今回は7日間ですね。前、月曜じゃなくて、金曜に来ましたよね。今回は月曜に来て、なんか7日間限定のイベントですね。はい。月曜日から1週間のイベントになっているようですと。はい。このね、錬金術ショップの期間は、もう、活躍をね、150貯めなきゃいけないっていうのと、あとこの訪問ですね。あ、販売可能量3になっちゃった。なんてこった。はい、なるべくこの本日の買収価格が60コインになってる人に、売ってたくさんコインをもらうっていうね、ゲームになってます。
はい。自分のね、ところにも売れるんですけど、自分のところが、これだったらね、35コインしかないんで、はい。損しちゃいますね。あと2個をね、誰かね、お高い人に売らなきゃいけないんですけど、確かね、うちの同盟で、コメントしてたんだよな。アポカリスさんだっけな。これ、遡ってあるかな。もうだいぶ前だと思うんだよね。遡れるだろうか。はい、シェアをね、大体してくれるので、これじゃない。もっと前な気がする。はい、AC とか WC、ワールドチャットとか、ね、アライアンスチャットとかで共有すると、これだ。これじゃない。これだ。やった、まだ14個売れる。わーい。はい、これでね、60コインの方に、今日は売ることができました。昨日はね、59コインのところにね、しかなくて売れなかったので、はい。錬金術ショップの、ちょっとえぐいところは、1人当たり100個しか販売してくれないので、60コインの方ってね、もう大人気なんですよ。もうみんなが60コインの方に売りつけたいので、はい、赤くなってるのはね、今、イベント中でございます。そろそろバイキングチャレンジが始まるぞ。錬金術ショップ終わったら見よう。はい、なので、まあ、日本人勢はね、まだね、なんていうか、有利だと思います。夕方にリセットがあるので、もう速攻で活躍度を貯めて、150度貯めます。カーナライトがね、13個ゲットできるので、訪問でね、友達とかの60コインのところに、申請をしておいて、もう60コインとか59コインみたいな方に、もうすぐに売る。で、早く売らないと、もう、買ってくれなくなっちゃうんで、はい。アーチさんはね、もう、60コインだったんで、もう、すぐ100個枯渇しちゃいましたね。はい、もうこれリセットしてね、すぐこういうことが起こってしまうので、もうなるべく早く活躍度150満たす60コインの人にすぐ売るっていうのをやらないと、割高なね、ところに売る羽目になっちゃったりするので、気をつけましょうっていう感じですかね。はい。控え室はね、今回もまたありますね、この素敵なダブル属性エンブレム。はい。ただね、今回は前回よりも期間が短いので12000厳しいですね、きっと。また、この辺の下のやつを交換することになりそうですね。はい。さてさて、バイキングチャレンジが、あるはずなので、よいしょ。バイキングチャレンジ。派遣した部隊を上限足し出した。そんな。頼むよ、セニョール。いや、使うか。使う。レクセルさん、ハッピージャルウィン。ハッピージャルウィン。よう考える。そうですね、ハッピーハロウィン。まあ、全然ハロウィン感がないですが。そう、今日ハロウィンですね。そう、今日ね、ハロウィンだからなんかいろんな方がね、ハロウィン配信をね、されてますね。はい、私、VTuber でも何でもないんで、全くそういう要素はございません。いつもより多くかぼちゃのハロウィンボスを倒してます。嘘だ、さっきから出撃してねえわ。そう、ハロウィンボスね、いい感じだよな。ちょっとその話もしたいな。ちょっと飲み物飲もう。はい。そう、今ね、軍隊の招集のこの 5日目、大規模攻撃イベントをね、やってくれてますね。非常に助かる。はい、テレポーターもそうですが、この素材とね、このドラゴン結晶が手に入る、貴重なアイテムが手に入るので、非常に嬉しいですね。私も今回も、50ほぼちょうどかな。
を達成見込みな感じでございます。はい。なんだっけ、何の話だっけ、バイキングアイスブレーカーに参加しなきゃって話をしてた気がする。危ない。間に合った。イエイ。はい。錬金術ショップは、はい、ね、まあ、なんか、画像が凝ってたんでまた来るだろうなと思ってたんですけど、今後、長期イベント中に毎回来そうですかね。なんか2回連続で来たんで、もう毎回来るかもしれません。はい。みんなにね、活躍度を試させようっていうのとか、フレンド機能を使わせようっていう、そう、仕組みだからやっぱ来るかなと思いましたけど、毎回来るっぽいので、はい、皆さんね、60コイン、日本人勢はね、有利だと思いますんで、しっかり60コインの引き換えを、頑張ってしていきましょうという感じですかね。はい、あとは、文明の旅ですね。文明の旅。これさ、文明の旅、皆さんもそうだと思うんですけど、この高校の進捗状況、これ、なんか累積なんですね。これ、不思議ですよね。まあ、これも、多分長期イベント毎回来そうですということで、2週間に1回ね、来るイベントだというふうに、今認識をしています。はい。この1800回とかね、いかなそうな、だいぶいかなそうな気がしますけれども、はい、この累積回数がどこまでいくんだろうなっていう感じがします。毎日ね、1回無料で回せますんで、はい、忘れずに回しましょうと。いいの当たれ、いいの当たれ。紫色。はい、残念です。一応ね、なんか色によってリアリティがある感じがしますよね。はい、一発でこのドラキュラの楽しい夜とかね、記念コインとかがね、当たる時もあるみたいなので、はい。いやー、これ貯めてね警官を1個でも手に入れたいんですけど、はい、私はまだ今、一度も警官をゲットしたことがございません。はい、あとは、光のフェスティバルですかね。ちょっと待って、光のフェスティバルの前に、はい、バーサカ、これ言い出させてもらって。よいしょ。はい、また、彼ですね、アショーカが手に入りますよってやつ、やってますということなので、はい、毎日ね、資源採集から10モンスターから20ということで、まあ、10回開いても、一気に100個で開いても、なんかあんまり、関係なさそうなんですけど、私はなんかたまたま100回貯めてました。おお、やった命の源が150も手に入った。嬉しい。はい、いつも通り、このね、ダブルチャンスもありますんで、はい、ダブルチャンスね、命の源交換いつもしてるんですけど、ちょっとね、充血の結晶なのかっていうので、ちょっとね、悩んでますね。60個。でも5個しか手に入んねえでしょ。やっぱ命の源かな。はい。はい、皆さん今困ってるものをね、交換するのがいいかなと思います。ということで、これ忘れずに。あとなんだっけ同盟ボスですね。はい、いつも通り同盟ボスの期間です。ということで、まだうちの同盟は多分そんな殴ってないかな。レベル3だからね、ちょっといつもより、リワードが、同盟リワードが多分大変な気がしますね。はい。まあ、これもいつも通りなので良いでしょうと。毎週のイベントね、いいイベントが始まってよかった。はい、あと、なんだっけ、この錬金術ショップと同じくね、こいつ、さっきもからね、何回か出てきましたけど、運勢占い、これももしかしたら、今後も、なんか今後も毎回、なんでしょう、長期イベントのタイミングが出るやつっぽいですね。これも7日間限定のイベントになってますね。本能寺さん、必要なアイテムが都度変わってくるので、結果なかなか目的地に届かないというエボニートラップ。いや、そうなんですよ。今必要なもの、そろそろ、
レベルアップできそうだからこっち急ごうとかね、なんかそういうのがあるじゃないですか。なかなかね、大変よくできてますよね。アレースの地とか、ルーンとか、いろんなやつ育てたくなっちゃうからすごく大変で、本当にもう、無課金なら絞ってやらないと、どうしようもないっていうね、難しいところです。はい。まあ、こういうね、イベントのね、リワードでね、いいのがね、出てくれればいいんですけれども、ね、それもなかなか出ないですからね。ちなみに私、これダグラス持ってないから、このスキン出てもしょうがないんだけど、でもね、ちゃんと毎日やっていきますということで。はい、運勢占いね、これも、前までと変わんないです。モンスターと資源採集で50ずつということで、毎日ね、100個、この、タロットがね、ゲットできますと、それにもかかわらず、1日1回ね、無料で回せて、さらに1日最初の10回はね、80で回せてお得なので、毎日ね、引くのを忘れずにやりましょうという感じですかね。はい。これも命の源とか、アレースの地とかね、希少アイテムが出やすいので、はい、忘れずに。はい、特にね、資源採集の50とかはね、忘れがちかなと思うので、まあ、これ、レベル高い土地でいきなり20とか出たりするので、思いのほか簡単にクリアできると思うのでね、はい、しっかり貯めて貯めておきましょうって感じですかね。はい、こっちは、はい、課金専用なんでわからないです。これも課金専用でわからないですなんですけど、これね、はい、エレクトラさん、お色直しエレクトラ出てきましたね、これ。あれ、ちょっと待って。OK。はい、エレクトラ、はい、エレクトラにね、このハンガーマークがついて、お着替えをできるようになりますということで、はい。なんかさ、顔がさ、これ、まあ、好みだと思うんですけど、なんか顔がなんか幼くなって、なんか私は元々の方が好みだな感じなんですけど、まあ、服とかはね、かっこいいですね、さすがに。はい、鎧とマントはね、かっこいいかなって思うんですけれども。はい、なんか顔が、なんか、顔変えす、まあ、ダグラスとかもね、おじさんとかも顔結構変わってたんで、まあ、あれかなと思うけど、なんか、マルティヌスは、なんか、いい感じの変化だった気がするんですけど、エレクトラは結構、物議を醸すんじゃないかっていう変化ですね。はい、強さはね、はい、素晴らしいですね。射撃兵、ドラゴンありで、プラス、攻力プラス10、HP プラス15ということで、結構パーセントの影響ってでかいんでね、これ素晴らしいですね。はい。本能寺さん、上限100というのはあくまで上限で必ず上限までもらえるわけなんだそうです。ドラップ率はあくまでランダムなのでという運営コメント、たまにもらえない時があるそうで発表しますね。いや、そうですよね。あの確率のゲームは絶対そうやって逃げるので、えぐい話ですよ。これさ、竜神エレクトラのアンロック条件、これ、なんかこの、ね、竜神エレクトラの、この、かけらピースみたいなやつがね、200必要ってなってるんですよ。これね、信じられないほどえぐいシステムだった感じがしたんですよね、確か。200必要でしょ？ 200 必要でしょ？で、課金でしか引けない、この竜神の、違う違う、これ、ドラゴンの放送ドラゴンショップで。ここでね、あ、なんだろう。この竜神エレクトラを一発引ければ全部交換できるんですかね。かけらが200みたいになってたけど、まさかこれが200個必要ってことはないよね。あれどういうことなんだろう。わけわかめだぞ。まあ、関係ない、個人的には全く関係がない話だからいいんですけど、やっぱドラゴンの宝蔵、なんか、このピース200ってなってるのがちょっと分かりづらいですけど、まあ、結局は、はい、ドラゴンショップで、このね、ドラゴンクリスタルみたいなのを300集めて交換しましょうっていうことのようなんですけど、このね、300を集めるためには、
ね、この課金でしか手に入らないこの宝探しコンパスっていうのを買って回して、こういうなんかどうでもいいのをすり抜けて、このドラゴン宝石っていうのをね当てなきゃいけませんと。でもこれもなんか60とか10とかね5とかあるわけじゃないですか。もう結構引かないとこれ300集まんないんですよね。でちなみにこのコンパス1個のお値段は1万払ってコンパスが30個。はい。1万払ってガチャに参加できるドンってなって、はい。まあ、はい。まあ、一番最初に出た時も言ったかなと思うんですけど、沼ですね。はい。これは、でもね、欲しい人はめっちゃ引くと思うんだよ。ほどほどに頑張ってくださいというところで、はい。このスターメテオライトとかもね、1個私も最初にもらいましたけど、これ100個とか必要だし、相当ガチャをね、させたい運営ですよね。はい。まあその辺のやつは置いといて、次に、今週ね、製造の達人イベントですかね。はい。今右上にマップ出しますが、今週の、まあ水曜までで、製造達人イベント終わり、木曜日は、リワード交換期間、で、金曜日からね、リファイン、装備の強化の、イベントが来る感じになってますんで、強化のね、予定がある方は、今のうちに装備を作って、で、強化をするっていう感じになるかなと。はい、私はもうね、必要最低限の装備のを作るのは終わって、あとはもう交換も終わってるので、もう今回はここで打ち止めかなって感じですね。ランキング今15位ですけど、まあ、あとは下がっていくのみかなという感じ。まあ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 、20、30くらいに入るでしょう。3000ジェムと、はい、粗大全幕がね、ゲットできればまあ十分かなというところで、はい、次回のね、製造達人に向けて、温存をします。はい、で、超お得な育成ね、これ、来ましたね。はい、前と同じく資源の消費還元のタイミングで超お得な育成が来るように戻ったようですという感じで、まあ、これはね、もうドラゴンの種類を持ってる人ほど有利なので、はい、私はランキング今40ですけど、まあ、ランキング1000外に出ちゃうんじゃないかなみたいに思いつつ、はい、交換はね、基本的にはプレミアムドラゴンコインを交換しながら、まあ、やれる範囲で無理なく素材を食わせてドラゴン育成をしてますって感じですかね。はい、あとこれもね、私には関係ないんですけど、担当官のスキル出ましたね、これ。はい、今まで担当官ってスキル関係なかったんですけど、担当官に、装備して意味があるスキルが出ましたね。王城の担当官を詰めている場合、中東兵士の攻撃力が10%アップします。とか、はい。車上の担当官を務めている場合、駐屯射撃兵のコイルが5%アップします。みたいな感じで、担当官専用のスキルっていうのがね、新しく出たようですと。はい、これもね、すごいですね、これ。1万円、ピンクジェム9999で、これ多分1万5000円じゃないのかな。1万5000円払うと、4個宝箱ゲットできるドン、つまりで1個しか入ってないんで、まあ、とりあえずスキルが4つ手に入るドンなんですけど、そのスキルも、いっぱい種類がありますと。はい。いっぱい種類があって、かつレベル1からレベル4まで幅広いですと。今のところ、訓練系の施設と王城なのかな。はい。これはね、また沼ですね。もう運営はね、ほんとね、よく考えるよ。マジで。もうあの手この手で課金をね、させようとしてくる。すごすぎる。はい。これはね、先日オールスターがあったと思うんですけど、オールスターに出るようなガチ勢の方たちは、これは全てのね、担当官にレベル4のスキルをつけたいという感じで、引きまくることになるんでしょうかね。はい。これはえぐいですね。
これはえぐい。なんか前にデバフの技能してた時もこんな感じだった気がするんですけど、はい、果てが、はい、エボニーの高みは果てがないなって思いますね。はい。さてさて。あとね、騎士の旅はこれいつも通りだと思います。これナイトコインがね、いつも、毎日50個集まります。資源採集10、モンスター討伐。まあ、この辺ね、他のイベントと被ってるので、自然に集まるかなと思います。で、これはね、なんていうか、割引ボーナスみたいなのがないイベントなので、まあ、普通に集めて引いてで問題ないんですけど、ここで一番重要なのは、はい、ナイトコインね、いつもと同じです。40回まで1個目の限定商品が当たらない場合は、次回は必ず獲得できますということで、この天井システムですね。40回回したら確実にこの150が手に入るようになってるので、しっかりね、貴重なレースの血をゲットしていきましょうっていう感じですかね。はい、あとは、真珠の、来鳥の場所。これもいつも通りですね。毎日42個までね、アイテムをゲットすることができます。この真珠スケール42個ゲットできるんで、で、これ、イベント期間11日かな ?10 日かなこいつは。はい、毎日フルで集めると必ず1体交換できる感じになってます。11月3日からね、ゴジラの映画が始まるから、ゴジラコラボ来るんじゃないかなと思ったんですけど、来なかったですね。はい、まあ、真珠がね、増えなかったのはいいことなので、私はこのターンでケイロンを交換しようかなと思います。で、これで、その交換できる真珠は全部交換できるんですけど、真珠スケールはちょっと貯めながらやろうかなと。今後ね、新しい真珠が増えた時すぐ交換できるように、なるべくその400ぐらい貯めながらやっていこうかなみたいなところを今考えてるところでございます。ほい。あ、なんか防衛が追加で走ってる。これは参加できなかった人の救済かな。本能寺さん、無課金的にはそのあたりのバフをつけるよりも兵のレベル上げたり増やしたりする方がよっぽど強化されますね。重課金向けのバフの限界を超えたい人向けかな。はい、そう、いや、もちろんそうだと思ってます。はい、全くもって無課金こそ建設をすべきかなって思いますね。はい、もう本当に、強者がその上でつばぜり合いをするパーセントを増やすっていう、もう上限がね、すぐ、みんなきっと上限にすぐ行っちゃうからね、差別化するためのスキルがやっぱどんどんインフレ出てくるんだろうなっていう感じがしますよね。ボーエイチさん、バーニングゴジラ出してほしいっす。いや、そう、キングコングイベントはもう明確に最後のコラボですよってなってたんですけど、別にゴジラの時はそんなこと言われてないし、キングコングほどね、コラボしてないはずなので、ゴジラはまた復活すると思ってはいますと。だから、もうタイミング的にはね、もう今でしょって思ってたんですけどね、来なかったんで、でもね、多分近いうちに来るんじゃないかなって思います。はい。確か、一番最初にゴジラコラボ来たのって、11月なんかキングギドラをね、去年の冬にたくさん倒した覚えがあるんですよね。はい、なので、まあ、1年そろそろ経つので、そろそろ、はい、また、キングコングじゃねえや、ゴジラかな来るんじゃないかなって思ってはいます。はい、来てほしいですね。その、ゴジラとかキングコングってもうそのイベント中じゃないと交換ができないから結構えぐいですよね。そう。で、そういうことをされると困るんで、もう真珠スケール温存作戦しかないな、みたいな感じがね、して、はい。今回交換が終わったらもう貯めとこうって思ってるんですよね。トム11さん、私はゴジラもたいに来てほしかったです。ね、いや、本当に、いや、そうなんですよ。11月3日からゴジラマイナス 1? マイナス 1.0 みたいな映画が始まるみたいなので、まあ、あれはなんか日本のことなんでね、海外関係ないかもしれないんですけど、なんか、ね、ちょっと期待しちゃってたんですけど、
はい、11月中に来るといいんですけどね、7周年イベントが11月後半から始まると思うので、来週の金曜から始まるスピードアップの還元イベントとかのタイミングとかでね、来てくれるといいかなって感じがするんですけれど、どうなんでしょうね。はい、ちょっと私も首を長くして待っています。はい。運営さん、マジお願いします。私も、キングギドラね、名声が良かったんで、キングギドラすごく倒したいです。はい、あとは、なんだっけ、激得イベント系は、いろいろ見たかな。はい、ちょい還元イベントはね、まあ、いつも通りなので、はい、みんな大好き資源の消費還元イベントということでね、はい、私は 5B で、1回ストップ。正確には 5B をね、絶対はみ出すんですけれども、10B はいけないので、まあ、なるべく、無駄遣いせず、次 10B 達成できるように貯めながら、達成しようかなって思っています。あとね、この辺、同盟走破ですね。はい、これ忘れがちなんですけど、気づいたらみんなが頑張ってクエストクリアできてると思うんでね。はい、報酬、リワード忘れずにもらいましょうっていうのと、これ毎回ね、ここが余るんですよね。5000分の2775。はい、装備の強化がね、いつも大変だと思います。今回は金曜日に、咳が。リファインのイベントが来るので、そのタイミングで皆さんクリアするのかなと思っています。これがね、早くクリアすればクリアするほど、エクストラステージで結構アイテムいっぱいもらえるんで、まあ、大したアイテムじゃないですけど、アイテムもらえたり、ランキングリワードにね、関わってきたりとかするので、可能であればね、これ、銀気玉システムなんで、同盟のみんなが頑張れば頑張るほどね、楽にクリアできると思うのでね、装備強化をしていくといいと思います。はい。ちなみに私は装備強化一切やってません。金曜日からやります。はい。はい、文明の夜明けイベント。これもね、いつものやつですね。これね、50個の達成のやつ、今までこれ建設スピードアップか、資源かだった気がするんですけど、今回は特性のかけら、戦場の達人になりましたね。はい。これね、サーバー戦争か、ここでしか今多分ゲットできないので、しっかりこの期間にゲットしたいなということで、はい、もともと50目指さなくてもいいかって思ったりするイベントだったんですけど、50、今回も目指そうと思います。はい。これね、装備強化1回もやってないのは丸分かりですね。はい。この期間、装備一切1回もやってません。装備強化。はい。金曜日からやります。はい。装備230回強化ですね。まあ、これは、青いね、リングとかで一瞬でクリアできるんで、すぐ達成する感じだと思います。めんどくさいのはね、この離脱とか蘇生なんですけど、今回は、バーブ、バーバリアンがね、あるので、バーバリアンで、うまくね、兵を無駄死にさせて、8万人蘇生とか10万人呼び出しとかって、比較的達成しやすいタイミングだと思うので、うまく狙っていけるんじゃないかなという感じですかね。はい。で、あとね、一番ここで大変なのは闇市です。闇市でアイテム200個買えっていうのがね、マジでいつも本当にこれが鬼畜で、これもう確定でジェム超使うんですよ。闇市を更新するのにもジェム使うし、買うのがそもそもジェム使うしっていうね、本当にジェム吸収クソイベだなと思っていて、なんか、あんまり50目指したくないなと思ってたんですけど、こういうことやってくんですよ。この特性のかけら戦場の達人、足元を見やがって。もう、これがお前らのやり方かって感じですよね、これね、もう。はい、やりますけど。はい、今回も、50達成を目指していこうと思います。はい、これまでね、特性のこの戦場達人関係なかったんですけど、ついにね、うちのサーバーも先週の木曜かなから実装されました。5つ目。戦場の達人。5つ目の特性がね、
これまでなかったんですけど、先週から、ついにね、5つ目設定ができるようになりました。はい、私は、かけらがね、一応、いくつかあったので、ランクアップをしています。ただね、この、昇進の方だと、この、全兵士の攻撃力のフラットバフしか上がらなくて、このレベルアップをね、しないと、その、なんていうか、種類が増えないんですよね。もっとバフって上がるんですよ、これ。レベルマックス属性をね、見てもらうとわかるんですけど、その全兵士の HP、全兵士の防御、全兵士の攻撃、で、デバフつくっていうね、結構素晴らしいんですけど、これを上げるためには、もうどんどん、その、昇進をしなきゃいけない。品質を上げなきゃいけないし、レベルも上げなきゃいけない。レベル20ずつになってますと。で、このレベルを上げるのが、ルーン必要なんですよね。もうえぐいって。もう特性なんでね、ルーンが必要なのは、そうなったとは思うんですけど。はい。これ、ルーンね、めっちゃ必要ですよ。で、本当は上げたいんですけれども、私まだジョージが上げきってないので、ジョージの特性を上げきったら、これ上げたいなって思っている次第でございます。でもね、ジョージのね、特性も上げたいんですけれども、同盟総動員のクエストと連動して今、育ててるので、はい、同盟総動員でね、ルーンを引けたらいいなと。なんか時給がいっぱい溜まってる。時給はね、みんな多分辛いと思うから、捨てよう。はい、捨てます。真珠はワンチャンあるから、残しておいてあげよう。はい、そんなところでございます。そうだ、思い出した。サーバー戦争の話しようと思ったのに忘れてました。はい、サーバー戦争ね、先週末お疲れ様でございました。私、先週話した通り、ちょっと相手が強そうなので、今回はそんな頑張らないかなという話をしてた通り、25位ということで、1回防衛して終了でございました。はい、1回の防衛なので、90M 稼いで、ロストは 15M ということで、75のプラスでエンド。75じゃないや。計算ができないよ。80のプラスでエンドでございましたということで、はい、そんなことは関係ないぐらいのね、大量な、スコア変動となっておりまして、今回はね、ロススコア、この 3B とか 2B とか、でデュークさん 1.5B なんですけど、と見せかけて、2.9B 稼いでるんで、信じられないプラスなんですよね。これで、マジですごい。はい。今回はね、うちのサーバー、うちの同盟の、マティさんという方がね、羽取りを目指して頑張っていて、みんなでフォローして、もう特にデュークさんがすごい助けていて、はい、無事、2位に。しかもね、ポジティブなんですよ。1.6B の、ポジティブポイントで、1B のマイナスなんで、プラス 600M かな。はい、ということで、素晴らしい。はい、素晴らしい、成績で、跳ねっ取りを達成してました。おめでとうございます。はい、マティさんはレベル K36 で 2B ぐらいあるんだかな。はい、ですね、K40 相手に、ひたすら防衛をしていて、めちゃくちゃ怪獣決戦でした。すごかったです。はい。はい、何回か援軍出したんですけど、マティさん、大使館がレベル30しかないって言っていたので、あんまり援軍枠ない中で、私みたいな貧弱な部隊出してもしゃあないなと思って、はい、ちょっとおとなしく横で見てました。すげえなと思って眺めてました。はい。はい、なかなか今回はポイント変動がすごかったですね。2.9B、1.6B、2.9B は次元が違う。1.6B、1.5B、1.4B、1.2B ということで、はい、すごいですね。今回はね、相手に計40、39、40かな ?40 が2人とかいて、はい、その方がね、もうひたすら暴れまくっていました。もう回復してはぶん殴って、回復してはぶん殴ってを、
していて、もうすごい点取り合戦みたいな感じになってましたね。はい。オールスターのちっちゃい版がこんな感じかなと思いながら私は横目で見ていたんですけど、はい、その方のね、バフがね、2400%ぐらいあったんですよね、射撃バフ。はい、私多分援軍入れたところで吹っ飛んじゃうんですよ。はい、それもあってね、ちょっともう今回絶対無理だわって思って、あんまりやれませんでしたね。はい。これかな。はい、このマティさんっていう方に私も援軍でね、参加させてもらってた時です。ジョジョさん、なんか素敵な名前ですね。はい、とても親近感の湧く名前をされてるんですけど、そう、ジョジョさんっていう方がね、攻撃力2481%バフあるわけですよ。で、マティさんの、防衛のバフは、そこまでね、大きな差はない。やっぱりマティさんの方が上なんですけども、そこまで差がないんですけど、この圧倒的にね、2B っていう戦力のね、差があって、マティさんは受け入れたけど、私だったら吹っ飛ぶわって思って見てたってやつがこれですかね。はい。いや、マジね、K40 怖い。もう K40 が動いてるときはね、もう絶対やれないわと思って。はい、私1回だけ防衛成功しているやつは、はい、このね、ジョジョさんとか、K40 の方が、多分0時2時、24時26時で BOC だったんですよ。はい、赤いバブルを張ってて、その同盟が。これ BOC で戦場行ってるからいないわと思って、そのタイミングだけ相手のサーバーでちょっかいを出して防衛を稼いだっていうのがこの回になってますね。はい、これ、K35 の方に、殴られた時のディフェンスの記録です。ということで、今回のね、サーバーセンサーこれしか、稼ぐことができませんでした。はい、もう BOC が終わったら早速 K40 がうちのサーバーの社に来て、おとなしくしよう、寝ようって寝ました。でね、これもね、ポジティブはポジティブなんですけれども、ちょっとあんまり、やっぱ悔しいですね。いつもよりその負傷が多くて、というのも、このジョーンさん、K35 だけど、攻撃力1470もあるんですよね。はい。私も、射撃デバフ647まで上がったんですけれども、やっぱね、その、1470って K35 にしては高い気がするんだよな。この方そう強かったんだよな、K35 だけど。これまで K38 の1500%とかね、耐えてたんですけど、まさか K35 の人にこんなになんか負傷させられるとはなと思って、ちょっと今回のお相手のサーバーはなかなかレベルが高かったような気がしますね。はい、普通に痛かったです。はい、で、そういうのを見てたら、いや、私のこれバフ少なすぎるなと思って、もうね、この防御のね、進化、ここをね、急いで上げなきゃって上げてたんですけど、もうこれすぐ上限達しちゃうじゃないですか。もうすでにね、科学院レベル36にしたいよって思っちゃうわけじゃないですか。みたいなね。はい、そんな感じでございます。やばいやばいやばい。なんかまたダラダラと喋っていたらこんな時間に。あ、研究の、お助けがマックスになったんで、もったいないので、研究を終わらせよう。はい、研究のね、時間スピードアップはもう、大量にあるので、もうお助け回数がね増えたら、もう、ガンガン使っていってます。はい。行軍速度もね、重要なんで、今、ちょっと縦に伸ばしつつ、進めてる感じですかね。はい、OK。本能寺さん、180万程度だと防衛楽ですよね。K43 体だと600万で T1 の2億でも一撃なのでそう、オールス
スターとか見てましたけど、その行軍の部隊数がいかれてますよね。はい、T12 億でも一撃、そりゃそうですよね。いや、なんかその次元が違いすぎて、やばい。いやー、いや、180万程度でも楽じゃないんですよ、まだ私。そう、前のサーバー戦争とかで K38 とかからも防衛できてたから、なんとか頑張れるかなと思ってたけれども、もう今回の、K35 に対して普通に結構ダメージ食らったので、なかなか、こんなんじゃダメだって、もう早くバフを上げようっていうのと、あとはね、T1 の馬も1.5億にしたいなって前から思ってたので、1.5億にしようかなみたいに思いつつ、っていう感じですかね。絶対に建設をすると、食料の消費が余るので、この余った枠をね、T1 の馬をたくさん作って、うまく調整しようかなっていう感じがしてますかね。本能寺さん、うちのサーバーだと敵がそのレベルなのでどうやって羽を取れと。古いサーバーなんですね。そう、だから、そうなんですよ。なんていうか、こっちが強くなると相手も強くなっちゃうから、なんかどんどん大変になって、そう、うちのサーバーも結局、なんていうか、K35、36すごい増えてきて、だいたい当たる敵強いんですよね。だからやっぱこっちも強くなんないと、ダメじゃんっていうそう、もう早くね、強くしたくて。早く強くしたいのにさ、なんか知んないけど 1.7B、2B、1個の建設が高すぎるよ。頼むよ、セニョール。月見さん、1B 取る人がたくさんいるとサバ戦も愛しき望む。本当ですよ。本当ですよ。そう、まあ、今回のサーバー戦争の結果を見て、で、しっかり、なんというか、自分も火力を上げて、で、援軍枠がちゃんと広げてあれば、たくさん援軍をもらって、K40 にも頑張って耐えれるっていうのがね、できるかもしれないなっていうのは分かったので、非常に参考になりましたね。マティさんは攻撃というよりは、元気玉援軍パワーで、なんか、頑張って稼いだ感じだったので、なんか、同じような戦いができるかもって、なんかとてもね、希望が持てる。まあ、希望が持てるとは言いつつね、もう本当に、この方多分あんま寝てないんじゃないかな。すごく頑張ってらっしゃったので、やっぱね、サーバー戦争、羽取りは大変ですね。はい。まあ、楽な戦いはないとは思ってはいるんですけれども、いやー、すごかった。本当に。神さん、まさにそのレベルに全滅食らいました。いや、そう、もうね、ほんとそうなんですよ。もう最近、インフレがね、しっかりインフレしてきてるので、もうなんか、あの、なんだろうな、あん、あんまり、充実してから参加しない、充実してからじゃないと参加しないってやっちゃうと、稼ぐことができないから、それはしたくないけれど、とはいえ、むやみに頑張って、信じられない一撃死が起こりうるので、せめてね、せめて、命の源、私の計算上、5700貯めれば、1回全損しても、生き返れるので、全部生き返らせるので、今ね、ために頑張って3396まで増やしたんですよ。はい、これね、5700。まあ、サーバー戦争中にね、リワードで稼げるはずなので、5000までいけば、もうちょっとね、アグレッシブに戦えるかなと。もうそれまでは命大事に。もうこの、ほんとね、一撃死食らったら、マジ、再起不能、リタイアってなっちゃうんで。カムイさん、ネガティブで翼ゲットしたけど嬉しくないので、ポジティブで翼チャレンジして堂々と翼生やしたい。いや、そうなんですよね。そう。
なんていうか、それこそね、命の源が無限にあれば、もうなんか、もうね、死にまくれば、ネガティブで翼生やせることができるかもしれないんですけど、ね、やっぱポジティブでね、取りたいですよね。やっぱ胸を張ってね、翼を生やしたいと思いますんで、とてもわかります。でも、翼ゲットできたのはおめでとうございます。はい、何がいいってね、文化遺産をアンロックできるんでね、はい、なんていうか、もらえるバフはもらっておいた方がいいですからね。はい、ドラゴンが増えるのも素晴らしい。いやー、でもね、そう、ポジティブ、必ずポジティブでね、取りたいので、はい、私もそうポジティブで取れるようにね、頑張っていきたいと思っている所存でございます。月見さん、サバ戦の次の狙い目は海外勢がクリスマス休暇の時と思ってます。そうか。去年の年末もあったな。そうですね。なんか、去年の年末もクリスマス休暇で1週間ログインしないから、なんか7日間のバブルしたよ、みたいななんかコメントした人いたわ。いました、いました。そうですね。12月、ワンチャンありますね。12月ね、ワンチャンあるけど、自分は自分で予定が、みたいなのもね、ありそうなので、ちょっと、うまくね、日程相談しつつ、頑張りたい。まあ、もしかしたらね、もしかしたら、11月の11か、11月の25、このどっちかで、プレミアムなサーバー戦争がね、10位まではサーバー戦争が来るかもしれないので、はい。次の狙いは、もしそれが来たら、そこが狙い目。てか、まあ、私はね、そこを目指して命を大事にしつつ、こそこそと、命のね、源を増やしてるっていう状況ですと。で、もう、そこでね、11月に来なかったら、クソがとか言いながら、12月の9、23、多分23がクリスマス休暇と重なると思うので、この23タイミング、あれ ?23、24だっておかしいな。家族でクリスマス的な、まあまあまあ、はい、サーバー戦争ね、頑張りたいなって感じがしますね。本能寺さん、ちなみに満足ですが、レイヤー10だと負傷兵出すぎて負けちゃいました。1000だと撃破できない。自分にはやはり1000がベストかと。そうなんですね、本能寺さん。てか、本能寺さんがどのレベルを殴ってるかにもよるからわかんないですけど、そうなんですね。私は、これがそうかな。これ69.6だからなんか、大したやつを殴ってないな。これか。105M。私はレベル4、もしかしたらね、本能寺さんがレベル5を殴ってるかもしれないんで、ちょっとすいません。参考にならない可能性がね、大いにあるんですけど。レベル4の満足だったら、105M はなんか26の離脱兵で済んでいて、この時は、全部10でやってました。レベル5、いや、レベル5ってことですよね。でレベル5はまた多分次元が違うので、そうなんですね。1000の方がいいんだ。うちのサーバー PVP は1000、満足は100が多いです。まあ、HP と防御と、レイヤーと、あとデバフとかもね、多分あるので、多分ご自身のあったところの最適化をしていくしかないんじゃないかなって感じですかね。なんと、レベル4は10で済むけど、レベル5だと100必要なのかな。まあちょっと私、レベル5はね、そう、違うやつにね、挑んで死んじゃったんですけど、はい。レベル5はもうちょっと、まだ戦えないので、レベル、レベル4をもうちょっと楽にしてから、レベル5頑張ろうかなっていう感じがしますかね。ルルミニさん、レベル 5、334M ならレイヤー15で負傷2桁ですね。やっぱそう、334M がいいらしいですね。私なんか 341M? なんか 300M が良かった気がするなーって言って
なんかよく見ずに選んだら、バフが700%もあって死んだんで、あ、ミスった、これじゃねえって、クソミスを行ってましたね、今日。月見さん、とりあえずサマータイムが終わって切り替え時間が変わる来週月曜日の17時までに無駄に燃やされぬよう、キルイベあるサーバーの方はどうぞお気をつけください。あ、そうですね。そうですね。そう、サマータイムが変わるので、明日変わるかと思ったら変わりませんでしたね。11月1日で変わるわけじゃなくて、多分長期イベントの切り替わりで変わるっぽいので、はい。サマータイムのね、変わり目、その1時間ですね、16時で終わると思ったけど、17時まででした。この1時間で死ぬ可能性があるんでね。はい。キルイベントがね、あるサーバーは、もう、木曜日の日本時間で言うと昼間とかに8時間で、まずはバブルして、夕方、ね、18時ぐらいとかにね、3日間バブルをするっていうのがね、おすすめですね。はい、いきなり3日間バブルをするよりも、先に8時間バブルとかをしといて、延長するっていうのでね、安全に切り抜けられると思うのでお気をつけください。私も8時間、今週ね、キルイベないって言ってたけど、本当かなっていう感じがするので、一応バブルをね、しておこうかなとは思ってます。はい。月見さん、アメリカに合わせて11月の第1週の日曜だそうで、あ、そうなんですね。ありがとうございます。なるほど、なるほど。11月1日かなと思ったんですけど、あ、じゃあ、私、このカレンダーちょっとミスってるな。多分、11月の6のリセットが、10、そう、あ、これリセット全部17時で作っちゃってるわ。なんかミスってるわ。はい、直しておきます。ありがとうございます。11月の第1週の日曜日ということで、11月15から17時に変えようかな。はい、後で修正して、X にポストしておこうと思います。あ、なんかそうこうしてるうちに、もうまたこんな時間になってしまう。何の話をしていたっけな。サーバー戦争だ。はい、サーバー戦争ね。サーバー戦争、本当にお疲れ様でございました。ここのところずっと相手のレベルが高いので、こっちも、急いで、上げたいので、研究とね、施設のレベルアップを頑張っていきたいと思いますって言って、はい、って言っていたけれど、はい、このね、賢者の石3000とか、建設に 2B とかいうところにね、なかなか、精神ダメージを削られておりますが、はい、行軍がね、6個に増えたということなので、しっかりラリーとかに乗って、頑張っていきたいと思います。はい。そう、行軍が6部隊に増えたことで、やっぱり、資源採集とかもね、速度が上がりましたし、何よりも遺跡にたくさん潜れるようになったので、このエレクトラのかけらがね、すごい集まったんですよね。やっと、スター8に昇格ができそうなので、嬉しいですね。はい、部隊定員がね、10増えるっていうのはね、めちゃくちゃ大事なので。はい。で、今回のタイミングでね、バルティアのブーツ、バルティアの指輪、パルティアかに、はい、変えることができています。本当はね、こっちも、帝王に変えたかったんですけど、なんか知んないけど、アレス、アレス、アレスヘルムアレスヘルムをなんか帝王にするためには、賢者の種が3100必要だったので、はい、これは次の機会にしたいと思います。ほんと信じらんないよ。はい。まあ、ただ、良かったところは、これ、パルティアにしても、強化値の上限は変わらなかったので、今の段階から厳選していいんだなっていうのが分かったので、はい、そろそろね、エレクトラの厳選をしていこうかなっていう感じですかね。はい。エレクトラの、装備、まだ厳選してないので、これを厳選するとね、だいぶバフが上がるかなと思っています。はい。やっとね、
うちのエレクトラさんもカラフルになってきまして、はい、特性もいっぱいついて、嬉しい感じでございます。はい、スター4はね、スター 8？ スター9か。はい、スター9ちょっと無理ですね。赤星4、これ4体分のエレクトラが必要なので、はい、4とこだけでこれ9体必要で、ここまでで6体集めるの大変だったのに、さらに9体集めろって書いてあるからね、これやばいですよね。はい、覚醒させてる皆さんはね、素晴らしいと思います。すごすぎると思います。はい。まあまあまあ、そんな話はいいや。蛮族もね、やらなければいけないので、今日はこんなところで終わりにしようかなと思います。なんか招待もくれてるありがとうございます。だそう。ほい、ほい。めんどくさいからマンサムーサでいいや。よいしょ、よいしょ。あ、なんか、イベントの話、北方の侵略者の話しなかった。はい、まあ、途中で話しましたけど、はい、北方からの侵略者。はい、昨日から頑張り始めて、1日で1億ちょい稼げるので、まあ、キルイベントがなくてもギリギリ5億、キルイベントがあったとしても、それ抜きで5億やれるペースで今のところやれてるかなっていう感じですね。はい、前回ね、無理だったんですけど、今回はきっちり5億ポイント稼いで、しっかりね、この秘宝ボックス、無限に集めたいんで、はい、集めたいと思います。はい。本当はね、この北方からの侵略者のためにも、集結の場ね、建設レベルアップしたかったんですけど、いや、王城36に上げるための、施設を優先することにしたいと思います。はい。そこをね、ブラスと時間かかっちゃうんで、はい。今回は女神を上げよう。キミさん、無課金エレクトラさんがこんなにカラフルなのに私の美課金エレクトラさん地味。そうなんですか。私はもう、初期からエレクトラさん一択で育ててたので、はい、横道それてなかった分カラフルになってる気がします。はい。いやー、まあでもちょっと、やっぱね、本当は文明装備もうちょっと欲しいよねとかあるので、こうね、戦力ランキングに乗れるほど、まだ仕上がってないので、上げたいですね。はい、これさ、この特性上げるの大変すぎなんですけど、これ全然足らなくて、この最後のやつ、5040個もルーン必要なんですけど、まだ3200しかないからな。あと2000。ルーンストーンがね、足らないですね。2000の必要っていうことは、このルーンストーンの箱多分2万箱必要なんですよね。はい。サーバーセンスをね、もっと頑張って、しっかりルーン箱を稼がなきゃなという感じでございます。はい。まあ、ね、無課金でもここまでできるよというところで、皆さんのね、参考になればいいかなと思いつつ、いやー、でもだいぶね、だいぶ仕上がってきたけれど、まだまだですね。先が長すぎる。よし。そんなところですかね。はい、今日は、愛しき望むの K35 の世界ということで、はい、K35 になったら、建設費用がね、ボンボコ上がるんで、大変だぜっていうところと、K35 の生産力じゃ絶対10B コンスタントは無理なので、最低でも K36 にしないとやっぱダメなのかなとか思いつつ、それで解決するとも限らないのが難しいとこだなと悩みつつ、はい。ちょっといろんな建設の取捨選択をしつつ、なるべく K36 急いでやりたいなっていうところだけはぶらさずにやっていけたらなというところで、はい、今回の配信はこんな感じで終了したいなと思います。
はい。またね、今週のイベントをまた最後にちょっとだけざっとスケジュール見て、重要なところのおさらい、キルイベントがあるんで気をつけてください。パーンがね、木曜日から来ますと。で、前回ね、パーンの週に、アグロペが来ましたので、ワンチャンね、明日またアグロペが来たらいいなと思って、祈っています。で、毎日ね、名前が出てこない。この文明のやつ。文明の旅。文明の旅がね、無料で弾けるんで忘れずに、弾きましょうっていうのと、同盟総動員ね、1週間ありますけど、1週間あっという間なんで、早めに終わらせられるように皆さん頑張ってください。で、真珠スケール。はい。1日ね、42個集まります。この42個集めるのも相当大変です。曜日モンスターからね、出ないんで、皆さん気をつけてください。ケルベロスとかね、なら落ちるんで、ケルベロスとかベイアールから落ちるんで、ハロウィン、カボチャから出ないんですよ。カボチャね、美味しいから、カボチャいっぱい殴ってると思うんですけど、カボチャから真珠スケール出ないんでね、気をつけてください。はい。ね、しっかり真珠スケール集めて、真珠をね、解放していきましょうというところで、はい、今週は重要なところはそんなところかなと思います。またね、来週も、エボにプレイ配信していこうと思いますので、今日のところはこれにて終了したいと思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。よかったらね、チャンネル登録や、いいね、高評価をしていただけますと幸いですということで、カムイさん今日も楽しかったです。お疲れ様でした。月見さん、ジャルさん、喉をお大事にしてください。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。はい、コメントありがとうございました。すいません、もうね、なんかちょいちょい咳が出てしまって、咳が出るから早めに終わろうかなと思ったけど、結局2時間やってました。はい。いつも皆さんコメントありがとうございます。またね、来週の配信でお会いしましょう。おつじゃる様でした。